日本語の種。こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。春がやってきました。私が住んでいるフロリダもかなり暖かくなってきました。園芸のシーズンですね。花や野菜を育て始める時期です。私は昔、野菜を作っていたことがあります。畳1畳くらいの広さの土を耕して、トマトやハーブ、レタスなど簡単なものを種や苗を買ってきて育てていました。トマトなんかが実ると嬉しくてサラダにして食べました。レタスは種から簡単に大きく育ってくれるので、野菜を育てるのはとても楽しかったですね。ある時スイカの種を畑のそばに捨てたら芽が出てぐんぐん育って買ったスイカと同じスイカができていたなんてこともありました。ところがある時、トマトが大きく実ってきてだんだん赤くなり始めた頃、そろそろ食べ頃だなぁと思って畑に行くと、トマトの葉も実も食い荒らされていました。ああ、虫にやられたと思ったのですが、その虫が親指くらいの太さがある大きな青虫で、思わずギャーッと叫んでしまいました。園芸初心者の私はあんな大きな青虫見たことがなかったんです。蛾の幼虫だそうで別に珍しいことではないんですが、ショックでした。一生懸命青虫に食べさせるためにトマトを育てていたのではないとがっかりして、それからトマトを育てるのはやめてしまいました。ずっと何の野菜も育てていませんでしたが、最近花はいいなぁと思い始めました。いただき物の多肉植物や葉っぱしかないと思っていた観葉植物に小さな花が咲いたからなんです。私の母は花を育てるのが上手で、菊とか芍薬、コスモス、何でも育てていました。どんな植物でも花は咲く。花を咲かせるのが腕の見せ所よ、なんて言っていました。今私の家の前にはバラがあります。肥料をやったり剪定をしたり、また頑張ってお世話しています。もう一度園芸にチャレンジ。今度は花を育てることを楽しんでみたいなと思っています。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www.thejapanesepage.com/ まことを見てください。それではまた。日本語の種でした。